つもご視聴いただきありがとうございます。昨年予約していたパン泥棒の塗り絵が届きました。塗り絵本の大きさは絵本と全く同じサイズです。高級感あるハードカバー仕様。全ページ塗ったら素敵なオリジナルの絵本が出来上がりますね。パンをこよなく愛するパン泥棒は、美味しいパンに並々ならぬこだわりを持ったグルメな泥棒。お店から盗むのは1日1個まで。感謝を込めていただきます。ところが、ある日、盗んだパンがあまりにもまずくて、怒って、パン屋にクレームをつけに戻ります。盗っ人たけだけシートは、こいつのこと。でも、パン屋さんに、一緒にパンを作ろうと誘われて、ついには、立派なパン職人になる、パン泥棒のお話です。今回は、このページを塗りたいと思います。絵本の作者、柴田さんは、オイルパステルとアクリル絵の具で、イラストを描かれているそうです。そんなわけで、私も、オイルパステルをメインに塗りたいと思います。今回使用するのは、韓国産のムンギョオイルパステル。Amazon では、箱の色が黒いのと青いのが売っていますが、黒い方をおすすめします。黒箱は、青箱の上位バージョンで、値段は青箱の倍くらいします。サイズは、黒箱の方が大きくて、太いです。黒箱の方が、柔らかい質感で、指で混色するときに、色がよく伸びます。でも、青箱も、桜クレパスよりは、柔らかいです。オイルパステルはいつまで経っても乾かないので、塗った後には引きサチーフで色を定着させる必要がありますが、私はこれを使うと必ずペンス痛に襲われるので、できるだけ使用したくはありません。それで、ネットで見つけたオイルパステルの色落ち防止方法を試してみました。一つ目は、高温のアイロンをかける。オーブンシートをクレヨン画の上に重ねるようにしておいて、オーブンシートの上からアイロンがけをします。熱が引いたら完成。あれ、全然ダメじゃん。この後、2回繰り返してみたものの、やっぱり効果なし。別の方法にします。次は、アクリル絵の具用のニスを使います。バーニッシュをなるべく均等に2回ほど塗布します。完全に乾かしたら出来上がり。おお、サラサラした感触で、色も全然つかない。コピー用紙なので、多少波打っていますが、気になるレベルではありません。マットバーニッシュくん、好き。マットバーニッシュの上に重ね塗りしてみました。トンボやポリクロマスのような固めの芯の色鉛筆だと、ニスが剥げて後になりますが、氷やプリズマなど、軟芯だと重ね塗りできます。塗り始める前に、ページをスキャンして、当倍で何枚かコピーを取っておきます。こうしておくと、取り返しがつかない大失敗した時などにも役に立ちます。
オイルパステルを使うときは、大きめの紙を敷いて、しっかりガードします。オイルパステルは、色鉛筆と違って、手も、机も、とても汚れやすいです。ウェットティッシュは、必須です。オイルパステルをブレンドするのに使うのは、擦筆や、先端がゴムでできた、ブレンダー。100均の、綿棒などです。利き腕の人差し指は、色を伸ばすのに酷使するので、洗いすぎで、ささくれがひどいときは、この指サックを使用しています。ニトリで手袋より、蒸れないので、こっちの方が快適。準備万端。さあ始めましょう。オイルパステルの利点は、色の選択を失敗しても、上から色を塗ってしまえば、下の色を隠すことができるところ。なので、失敗を恐れず、どんどん塗っていきます。色のブレンドをするのに、画材や溶剤を使う方法もあります。私は、無臭ペトロールを使用しています。密閉できる瓶に、スポンジと一緒に入れておくと、溶剤のつけすぎを防ぐことができます。背景をじゃんじゃん塗っていきます。オレンジ色の上に、黄色がうまく重ねられません。うまく重ね塗りできない部分は、剥ぎ取ってしまいます。竹串などを使って、ディティールを描き加えます。背景は、一応、これで完成。手が、汚い。メインの、パン泥棒を塗ります。と、思いきや、気が変わりました。以前投稿した、コラージュ塗り絵の動画の時に作った、コラージュペーパーで、パン泥棒の部分を作ることにしました。コラージュ塗り絵の詳しい作り方の動画のリンクは概要欄に貼ってあります。事前に準備していたコピーが役に立ちました。コラージュペーパーとコピーの間にカーボン紙を挟んでパンの輪郭を写し取ります。切り抜いたらオイルパステルで色を描き加えます。パン泥棒のパーツができました。パーツを合体させたパン泥棒を本に貼り付けます。オイルパステルで塗るのは小さくて難しそうだったので、森のパン屋さんもコラージュペーパーで作りました。このままでは
糊が貼り付かないと思うので、背景全体にマットバーニッシュを塗布します。コラージュペーパーで最後の仕上げをします。今回使うコラージュペーパーはコピー用紙ではなくトレーシングペーパーで作ったものです。コラージュペーパーを葉っぱの形に切り取って背景に貼り付けます。これで出来上がりです。これをチラ見した歌人に、なんか、すっごく雑じゃないって言われました。細かい作業が苦手な私にとっては、正直、全部オイルパステルで塗るのって難しいです。雑な仕上がりは、素朴な味ということで、多めに見てくださいませ。こちらが本物のパン泥棒。そして、私の偽物パン泥棒。楽しく塗らせていただきました。ご視聴ありがとうございました。